かまってちゃんやいやいや私ら無視しないでよっていう話でしょ、仏法って本当に広い目で見たりするんで、実際そのことがあってより真摯にやりきりたかったってのもありますけどね。それだけバイタリティがあったっていうことでしょうね。だからある程度の土台の胸郭があったっていうことでしょう、だからエナジーにできた、大抵の人はもう嫌ですからやめちゃうんだけど、自信を持つこととナルチシズムはちょっとちゃうってことですよね、これ。末法の五本仏日蓮大聖人、大聖人は自身が法華経の行者だ、自身がいなかったら仏の言ってたことは全部嘘になるっておっしゃられたのは、それはナルチシズムではないからね。ここをごっちゃにしちゃいけない。ありのまま飾らないっていうことです、ナルチシズムは飾ってるってことです。飾ってるから怖いんですよ。バレるのが怖いから反逆者を排除しようとする。着飾るね。そういう時期もあったなブランド物に身を固めるような時期もあったな。でもそれもそれでね、いいことだと思うし、ブランドってじゃない、いいこと言った今俺、ちょっと安っぽかったなっていう反省はあります、今となっちゃねなるほどね。それに染まっちゃったらダメってことね。それがなくなったら何にもなくなっちゃう自分じゃかっこ悪いよねって話。結局丸裸にされた時の自分の戦闘力がどんなもんだ、戦闘力というか生命力がどんなもんだって話、丸裸の戦闘力かまたいいワードが出てきました、では今回ね、小本ラスボスが近づいてまいりましてラスボス、はい、戦勝ジョージ・オーマンするのはざっくり言えば権力でございますね。強そう。権力がある人には言いづらいじゃない。なんかちょっと人格否定するような人がいたとしても、権力がある人にだとちょっと言えない、ね、あるあるですよね。ただそれを放置していいのか、これがまた放置していたらどうなっていくのか、言いにくいのは言いにくいけど、それとこれとはまた別の話だもんね、いいか悪いかの判断をするっていうのは。それを言う時って究極でしょうけど、でも放置していてはいけないっていうこともあるんで、いくら権力が相手に権力がある場合でもこれが戦わないといけないということが法華経の行者ってことになってくるので、これどう戦っていけばいいんだと教えてくださいと内容が入ります。めっちゃ大事じゃないですか。三類との戦いに本源的な人権闘争。池田、こうして見てくると法華経の行者と三類の合的中んづく戦勝増上マンは鮮やかなコントラストを示している。そのポイントは人間への尊敬と人間への軽蔑です。その違いがそのまま人間のための宗教と権威のための宗教の違いになる。また権力の魔性と戦う宗教と権力の魔性と結託する宗教の違いになる。そして迫害を受ける本物の宗教者と人を迫害する偽物の宗教者との違いになる。人間への尊敬の究極は万人が仏であると礼拝する法華経の信念です。人間への軽蔑の究極は人間を物として利用する権威・権力の魔性です。その根底には元本の無明がある。法華経を行じるとは生命的に言えば元本の無明との対決を意味する。社会的に言えば権威・権力の魔性との対決を意味する。故に大難は必然なのです。大難を受けないのは本当の法華経の行者ではないのです。大事なところでしたね今。迫害を受ける本物の宗教者、俺だよ人を迫害する偽物の宗教者、俺は迫害はしない。そうね、でも全てウェルカムだっていうのが、本来のね皆仏ってことなんですから。ちゃんとね今読んだとこ書いてましたね、あれこれをどう読んでるのかってことなんですよね。厳しい言葉ですよこれは。いや厳しいね。これを見て見ぬふりをしている人が結構多かった気がするんで今俺がドンって言ってるよね。そうね。波風が起きようがしょうがないよなこれは。ここは戦わなきゃいけないとこってことですわね。ある意味権力なんですよ、役職がある人っていうのは。そうだから言いづらい。だから俺も言えなかった時はあるし、これは自分の無明との戦いだったんですよね。弱くなっちゃう権力がある人に対してはっていう時があるだし、今もこれからも権力が強い人をさらに強い人の前だと弱くなっちゃうこともあるかもしれないけど、その度に自分の弱さに気づいて無明に気づいて自分の中の、
自分の中の元宝の無との戦いになるっていう、それをやっていく中で、勇気が湧く、言わないといけないことも、言えるようになる。俺が言ってるのはやっぱこれからの若い子が、とっつきやすい創価学会でやってほしいと思うから言うわけであって、そりゃそうだよね、自分のエゴみたいなんで言ってるわけじゃないので、もうそれだったら迫害されるんだったらってか嫌な気分になるんだったら俺だって言わないし、別に何にも、何の得もないもんね若い子たちの率直な意見に本当に対応してくれるのかっていう、でもしてくださいってことですからね。そうね、いや大事ですよ。やっぱ権力を前にすると弱くなっちゃうっていうのはこれかっこ悪いけど、あるよね。いやどうしてもあるっすよ。しょうがない、しょうがないけどしょうがないで終わらせないためのショーですよね、ここは。間違いないでございます。素晴らしい。言いましょう。斉藤、人間に対する軽蔑ということで思い出すのは哲学者のカントの話です。彼はルソーのエミールを読んで、それまで無知な民衆を軽蔑していた自分を反省したと言います。須田、毎日決まった時刻に散歩していたカントがエミールに熱中して散歩を忘れてしまったというエピソードは有名ですね。斉藤、そうです。彼はこう綴っています。私は何も知らない民衆を軽蔑した。ルソーが私を正してくれた。この幻惑的な特権は消滅し、私は人間を尊敬することを学ぶ。遠藤、ルソーのエミールについては先生もスピーチで紹介し、次の言葉を聞かれたことがあります。人間はどんな身分にあろうと同じ人間なのだ。そうだとしたら一番人数の多い身分こそ一番尊敬に値するのだ。民衆こそ社会の主人であると訴えられました。池田、私は人間を尊敬することを学んだ。素晴らしい言葉だね。人をどれだけ尊敬できるかで人間の進化は決まる。人を尊敬することが人権の出発点です。誰一人として軽んじない。ここに仏法のヒューマニズムがあります。斉藤、人権の確立こそ一番の課題です。それに関して人権の闘士ブラジルのアタイデ博士が先生に言われた言葉が忘れられません。人間のうちに聖なるものを見る視座がなければ人間の尊厳という思想の根はできないでしょうと。その意味で法華経こそ最も根本的な人権の思想だと確信します。遠藤、三類の豪敵との戦いは人間への尊敬を貫く人権闘争であるということですね。池田、問題は戦勝増上マンは常に人権の味方であり民衆の味方という仮面をかぶっていることです。だからその本性を見破ることは決して容易ではない。ここがポイントですよね。いやらしいな。やっぱいい人そうな顔に見えるしっていう、仏みたいな顔だったりするみたいな。遠藤、妙楽大師はこの三類の豪敵の中には初めの俗中増上マンは忍ぶことができる。次の同門増上マンは俗中増上マンよりも強い。第三の戦勝増上マンこそ最も恐ろしい。なぜならその正体を見破りがたいからであると述べています。須田、今の社会もいかにも人権や平和のために戦っているようなポーズの人間が多い。それだけに言葉や作られた虚像に惑わされず本質を見抜く眼が大切になってきます。やっぱ人々に支持されてるんで、その人をちょっとでも批判するようなことを言うとその支持者からものすごい叩かれるしっていう、ね。これはあれじゃないの、民主主義の闇じゃないの。そうだね。ある意味弱点というか、そうも思えちゃうな。愚かであるとえらいことになるっていうことが、まあね、怖っ斉藤、大聖人は開目章に無限のもの、一元のもの、邪見のものは末法の初めの三類を見るべからずと仰せです。三類の豪敵を見破るのは一分の仏言を持っているもの、つまり法華経の行者だけであると。池田、悪を見抜くのは行動する人です。戦う人です。かつてある青年が牧口先生に何が善で何が悪かをどうすれば判断できるようになるかと質問したことがある。牧口先生は世界最高の宗教を命がけで修行する。
その努力と勇気があれば分かるようになると答えられたといいます。須田、その戦勝増上マンの正体ですが、自ら真の道を行図と思いて、ですから自分こそ一番偉いとうぬぼれ、他人を軽蔑するわけですね。その根底にはどのような心理が働いているのでしょうか。斉藤、うぬぼれが強い人というのは一般に自己愛が極端に強いように思えます。ナルシシズム、自己陶酔というか。須田、自分自身に酔うということですね。一人で鏡を見てうっとりしている程度なら誰にも迷惑はかかりませんが、実際に世間から最高の存在のように尊敬され、自分もそのように思い込んで振る舞う。遠藤、精神分析学者のエーリッヒ・フロムは、権力者の正気と狂気の境界線にあるナルチシズムについてこう分析しています。彼らは自分の色欲や権力には限界がないとうぬぼれて、あらゆるものを手に入れようとする。いわば神になろうとする。神になろうとすればするほど人間から疎遠になり、そしてこの疎遠感によって彼はますます肝を冷やして、あらゆる人が彼の敵に見え、その結果生じる恐怖に耐えるために彼は自己の権力、非常、ナルチシズムを増大しなければならないと。斉藤、自分を神のように思い込む。これは確かに自己愛の究極の姿ですね。須田、そうなると大変です。すべての人が自分の権威を疑い、否定するのではないかという不安に常に苛まれ、敵外心と猜疑心の塊のようになる。それがますます狂気をひどくする。話しているだけでも疲れてしまいます。自分が神のように思うんであれば、自分以外は神ではないっていうことなんで、見下す方。そして全ての人が敵に見えるという、なんかこんなことになっちゃうと。これは一神教の悪い解釈でしょうね。そうですね。そうなると否定してくるものを否定させないようにする。言論の統制だったりみたいなことしちゃうみたいなね。そうね。修行が足らんと言われちゃう。大国の権力者、反政府デモとか起きた時に、人を殺すみたいなね。自分が最高権力を手に入れた瞬間、自分の立場が危うくなるんじゃないかって怖くなって、狂気になった権力者ってたくさんいますよね、歴史上。そうなんですよ。だから僕は義務教育に上岸せよという本をマジで入れてほしいぐらいですね。出ましたね。あれはみんな読むべきだ。権力を持ちたい人、これから持っていくような人、リーダーになる人は絶対読んでおくべき本だと僕は思いますけどね。山本君のバイブル上岸せよ。一読ください。はい、こちらになります。あります。あります。池田、悪の心理への一つの洞察だね。パスカル、17世紀フランスの哲学者が言うように、天使を気取ろうとする者がけだものになり下がってしまうのです。人間は人間以上にはなれない。あくまで人間として凡夫として生き切ることが正しいのです。斉藤、自分を人間以上のものに見せかける戦勝増上マンに必要なのは、そのための民衆との距離です。人里離れたアレンニャにあってというのも、その意味からも興味深いですね。だからこそ彼らは皆が仏であるという法華経の民主的な思想が許せないのではないでしょうか。仏はそう簡単にはなれない存在でなければならない。仏を民衆の手の届かない存在に立てまつるほど、民衆と仏との間をつなぐ自分の権威が高まる。戦勝増上マンはいわば仏を独り占めしようとしていると言えるのではないでしょうか。かまってちゃんやん。なんじゃこれ。自分をすごく見せるためにあえて距離を取るって感じですね。かまってちゃんやん。会ってくれない指導者って感じですかね。寂しいのね。須田、特別な秘伝がなければ成仏できないとして、大商人と民衆の間を遠ざけようとした人権宗も同じですね。遠藤、まるで根を吊り上げる悪質な仲買人ですね。本来大商人の仏法は呪事即勧進、直達召喚で
ご本尊と自分がダイレクト直接に一体になれる仏法なのですが、それを歪めてご本尊と民衆の間に自分たちが立ちふさがろうとしたのです。そういうことがあったと。学会員が日蓮大聖人として不利というようなことを言ったら、なによ君らごときがって感じなんでしょうな。僧侶の我々と同じ、笑わせないでくださいよって感じでしょうね。かまってちゃんやいやいや私ら無視しないでよっていう話でしょ、間に入ってくるということで、なるほど。かまってちゃんでいいやん、池田、大切なのは信心です。正しい信心を教えてくれる人です。信心も修行もなく権威だけを振り回す僧侶は永遠に大聖人の仏法の世界には必要ないのです。偽善者はあらゆる手段を使って自分を高く立派に見せようとする。あの台場だったがまさにそうだった。極端な戒律を唱えて自分を釈尊以上に高潔に見せようとしたのです。遠藤、台場だったは釈尊に向かって5つの厳格な戒律を定めるように迫っています。師の教えが生ぬるいと批判し、教団内での自分の地位を高めるための策略でした。そのことによって実は自分を実際よりも高く見せることに狙いがあった。台場だったは師である釈尊に成り代わって神仏、つまり新しいブッダになろうとしたのです。池田、私どもはありのままでいいのです。凡夫そのままの無差でいくのです。苦労の凡夫のまま繕わず元のままで自体検証していけばよい。本当の仏は飾らない。32層80趣向ではない。見栄で飾るのは戦勝のすることです。法華経の門弟の仏は凡夫の仏です。本地は仏でも姿行動は菩薩です。菩薩仏です。選ばない。そして民衆の中で民衆と苦楽を共にしていくのです。須田、自分を飾る戦勝のナルシシズムとはまさに対極にありますね。ナルチシズムだったりナルシシズムだったり、ややこしい。遠藤、さっきのフロムはこう言っています。自己のナルチシズムを克服することは人間の目的である。おそらくこの原理が仏教以上に徹底して表現されているものは他にはないだろう。ブッダの教義における悟りを開いた人とは、自己のナルチシズムを克服し、完全に悟りの境地に達した人のことなのであると。池田、鋭い指摘だね。人間革命とは自己との大闘争であると言ってよい。具体的には不釈神妙で難と戦っていくことです。難を受け、難と戦ってこそ自身の元本の無明を断ち切れる。それ以外に真の成仏はありません。いうことでございましたが、感想どうでしょうね。そうね、ダメだ、自分で言うとかまってちゃんが忘れられないそうね、最大のボスは寂しかっただけか面白い見方だねそれそうね、間に入ってくるっていうのはあるあるだよね。そうですね、確かに。正直ですよ、これを身近に落とすんですよ。身近に落とす必要があって、もちろん僕は何度も言ってますが、池田先生と指定不二だと思ってますよ。三代会長と指定不二だと、その中で人材グループの面接官は入ってこようとしたとしか俺は思えないね。その前に僕についてきなよっていう感じだったから、それもそれでいいと思うけど、ちょっと鼻で笑われてる感じだったんでね、いわばそういうことだよね、組織に参加もしないのに政府に笑わせないでっていう感じのノリだったから、少なくとも俺はそう受け止めるような振る舞いをされていた。もうこれを見る限りだとその振る舞いは明らかにおかしいですよね。池田先生らが言ってるようなこととは矛盾が生じる言動行動だと思っちゃいますけど、当時の僕は傷つきましたし、ただ仏法って本当に広い目で見たりするんで、実際そのことがあってより真摯にやる気だったってのもありますけどね。それだけバイタリティがあったっていうことでしょうね、先生。ある程度の土台の胸郭があったっていうことでしょう、だからエナジーにできた、大抵の人はもう嫌ですからやめちゃうんだけど、
でも難を受け、難と戦ってこそ自身の元本の無明を断ち切るっていうことなんでね。やっぱ難が起きないと気づけないってこともあるんで、自分の無明っていうか。そうだね。いや難は受けたくないと思ってたんですけど、ずっと思ってたんですけど、最近結構きつい難が来ると、いやこれで断ち切れるっていう感じにちょっとM 気が出てきましたね。なるほど。虎先生の書かれた小説「人間革命」に投獄されていた時に、お風呂入る時に囚人の人たちがたくさん入る、これで自分の体がちょっと汚れてる中でいきなり湯船に浸かったら申し訳ないと思って、ちょっと掛け湯をしたら、その見張りの人に「何優雅に掛け湯なんかしょんや」っつって殴られたと、無知からが叩かれた。その時にこれで断ち切れるっていう感じのことを思ったらしいですね。自身のこのそれを初めて見た時は何言ってんだろうと思ってたんだけど、ちょっと今分かる感じがするっていうことを、最近感じたので、ちょっとただご報告させていただきたいでいただいたっていう。なるほど。かなりこれは宗教的な捉え方じゃないですか。鞭殴られて。確かに。それってなんかキリスト教かなんかにもなかったですけど、右頬を殴られたら左頬も差し出すみたいな、なんかそういう風な表現のなんかありましたよね。要するにキリスト教の場合は争うことしちゃいけないっていうことでの意味合いだと思うけど、右頬を殴られて嬉しいから左頬されてるとかいう感じ。それこそただのド M やんね。そういう意味合いじゃない。そこは多分キリスト教のやつとはまた別の話だと思う。そうか。大難でしょうね。なんでやねんってなりそうやけど。やっぱこれ偉いもんでね、自信を持つこととナルチシズムはちょっとちゃうってことですよね、これ。ポイントとして、やっぱり偉く見せようとして、32層80種項みたいなきらびやかな姿をしようとするっていうことですよね。自分を偉く見せようとして。なるほどね。で自分が神みたいになりたいから、そうなると神じゃない人たちを見下すし、ここがポイントですよな。自信があるっていうのとナルチシズムは、末法の五本仏日蓮大聖人、大聖人は自身が法華経の行者だ、自身がいなかったら仏の言ってたことは全部嘘になるっておっしゃられたのは、それはナルチシズムではないからね。ここをごっちゃにしちゃいけない。大事ね。ありのまま飾らないっていうことですよ。ナルチシズムは飾ってるってことです。飾ってるから怖いんですよ。上っ面だけね。バレるのが怖いから、反逆者を排除しようとする。着飾るね。そういう時期もあったな。誰でもが通るというか、ね、ブランド物に身を固めるような時期もあったな。でもそれもそれでね、いいことだと思うし、夏の周りの反応がやっぱ変わるからさ、生きやすくなるし、ブランドって人間の情熱じゃない。いいこと言った、今俺。いいこと言った。ブランドは人の情熱、価値を想像したことなんで。ブランド自体には悪くない。ブランド品を着飾ってみたいな感じで否定するのはやっぱその違うという。あと高級車とか乗ってる人が悪、これもまた違うという。それも違う。それこそ自分が別に何者でもないし、大して力もないけど、それでもなんかこう身につけてたいっていう、なんだろうな、欲というか、あの時の背伸びしたい感っていうか。それもそれでってことなんですけどね。ちょっと安っぽかったなっていう反省はありますね。今となっちゃね。なるほどね。でも生きやすくなることは間違いない。力を手に入れた感じになる。そう。自信がつくしね。それもまた価値だから。物の価値。それに染まっちゃったらダメってことね。それがなくなったら何にもなくなっちゃう自分じゃかっこ悪いよねって話。ダメね。そういう自分作って、さらにそれでまた力もらえるっていうことで使っていけんじゃないっていう、興奮の力になるんだったら、何だっていいんだよって思うからな。そうね。頭と道具は使いようですからね。そう。ちょっとこれで思い当たる人たちもたくさんいるけどでもそれもそれでいいね。別に否定してるわけじゃない。そういうのもあった上での今ですからね。そうですね。結局丸裸にされた時の自分の戦闘力がどんなもんだ、戦闘力というか生命力がどんなもんだって話、
これを問われている章でございましたな。そういうことですね。なるほど。丸裸の戦闘力か。またいいワードが出てきました、面白い。次回は、うん具体的に歴史上そういう人物はどんな人だったのかっていうところをね勉強していこう。おお、いいっすね。お疲れ。おつもと。